こんにちは。それでは Manage BYOD Max with Jamf Pro Remote Work and Business というセッションを始めていきます。スピーカーはグッドパッチから斉藤と遠藤が務めさせていただきます。まずは私たちの事業についての説明から始めます。Push the world forward with design that moves people's hearts。これが私たちの会社のビジョンです。これは私たちの会社のオフィスです。グッドパッチは日本で唯一の株式市場に上場している独立系の UI/UX デザインエージェンシーです。東京とベルリン、ミュンヘンにオフィスがあります。顧客への UI/UX デザインチームの提供、デザインツールの開発、デザイナー採用支援事業を行っています。私たちは UI/UX デザインを提供することで多くのスタートアップの支援をしています。また、自動車会社や通信会社、銀行などの大企業も私たちの顧客です。私たちは8年連続で日本のグッドデザイン賞を受賞しています。これは私たちの事例です。スマートフォン向けのアプリ、ウェブサービス、企業のブランディングなどにデザインを提供しています。それでは最初のトピックです。今日はグッドパッチの事業の一つ、グッドパッチエニウェアの話をします。グッドパッチエニウェアはグッドパッチの新規事業として2018年に開始しました。フルリモートのデザインチームをクライアント企業に提供しています。既存の社員ではなく、フリーランスデザイナーと他の会社でも働いているデザイナーを採用しています。グッドパッチエニウェアは5年間で大きく事業が成長しており、私たちは高い成長率を維持しています。利益率も高いです。登録デザイナー数は400名を超えて拡大し続けています。私たちはフルリモートのデザインチームなので、すべての活動をオンラインで実行します。UI/UX デザイン、ワークショップまで完全にオンラインで行うことができます。これは私たちが行ったイベントです。大人数のオンラインコミュニケーションってとても面白いですよね。そして、これが私のモバイルオフィスです。ウルトラワイド曲面モニター、大きな机、モバイルクーラー、大容量の追加バッテリーを搭載しています。コンセプトはどこでも本気で仕事ができる環境です。日本には美しい場所がたくさんあります。そして私たちのデザイナーは日本全国に住んでいます。私は日本で一番エクストリームなリモートワークデザイナーとして旅をしていきたいと思っています。次に、なぜ僕たちがグッドパッチエニウェアを立ち上げたのかという話をします。デザインエージェンシーのビジネスでは、デザイナー数の増加が事業成長に絶対に必要な要素です。当時、グッドパッチは東証マザーズへの上場を準備していました。私たちは株式市場から今までにない事業の成長を求められることになると感じていました。しかし、人材市場では UI/UX デザイナーが非常に不足していました。今までと同じ採用戦略だけで事業を成長させることは困難だと考えていました。これがグッドパッチエニウェアの設立の理由です。グッドパッチエニウェアのビジョンが固まったとき、私たちは東京のオフィスに出勤するフルタイムの正社員雇用という伝統的な日本の雇用の常識を壊す。UI/UX デザインはクライアントのオフィスに常駐してないといいものが作れないというデザイン業界の常識を壊す。この2つの常識を覆していくためのチャレンジを始めることになりました。当時、私はエニウェアが成功していくためには以下の3つの条件があると感じていました。一つは、遠隔でも高度な UI/UX デザインが可能な手法を開発するということ。もう一つは、雇用戦略を変更してデザイナー数を急激に増加させるということ。そして最も重要なのは、デザイナーに対して低コストで高速にデザインの環境を提供できることということで、エニウェアのスケーラビリティの根幹を担う、情報システムの部門に対して強い期待を寄せていました。私たちは、この課題にチームで取り組みました。情報システム部門の遠藤と事業開発の私が基本となるシステム構成を考え、新規事業は、不確実性が高く、ビジネス部門と情報システム部門がいつでもお互いにコミュニケーションできるような状態を作っておくということが非常に大切でした。僕と遠藤は最も昔からグッドパッチに所属しており、良い友人です。
そんな関係もこのプロジェクトに良い影響を与えました。心理的安全性はどんなプロジェクトでも非常に重要だと言えます。法務部門やバックオフィス部門とは、私たちが作ったシステムを法的な観点や実際に運用できるかという観点で検討しました。また、Anywhere のデザイナーの中から5名程度の実験チームを集め、いつでもディスカッションとテストができる状況を作りました。また、JAMF のチームのテクニカルサポートを受けることができ、非常に助かりました。このチームで Anywhere の BYOD 導入を進めていきました。次に、私たちが BYOD を導入した理由をお話しします。まず、既存のビジネスから Anywhere で大きく変わったのは雇用の形式です。通常の日本企業は転職を前提としない長期間の雇用が主流です。GoodPatch Anywhere では、プロジェクトベースの雇用契約を締結することによって、より多くのデザイナーを採用することができました。今までは、最低数年は雇用を継続していました。しかし、雇用契約を数ヶ月で締結することになりました。そのため、入社と退職の手続きがとても増えてしまったということがあります。次の要因についてです。以前のグッドパッチは東京の渋谷にオフィスがあり、対面でコミュニケーションする文化が重要でした。グッドパッチエニウェアのメンバーは一度も対面することなく、完全なリモートワークでデザインプロジェクトを行います。そのため、仕事環境の準備も完全にオンラインで行う必要があり、非常に苦労しました。実は日本はかなり面積も広く長い国なのです。次のポイントです。プロジェクトにおいて、僕たちは高負荷なオンラインサービス、Figma や Miro などのツールを対応します。性能の低い Mac や新クライアントの環境ではデザイナーの作業効率が低下してしまいます。また、GoodPatch Anywhere のデザイナーはフリーランスとしても活躍しているので、自分の高性能な Mac を持っていて、その自分の Mac を利用したいと考えていました。そして、その Mac を超えたスペックのもの、最新のものを僕たちが常に提供し続けるということは非常に困難であるというふうに感じていました。次のポイントです。私たちのビジネスはクライアントとの関係性が非常に重要です。プロジェクトは突然始まることも多く、そして準備のための時間は非常に短いことがあります。迅速にプロジェクトを作るということが売上を直接的に向上させる要因になっています。例えば、1、2週間で入社手続きを完了させ、その後で Mac をデザイナーに届ける必要がある。そんな、状況をクリアする必要がありました。ということで、僕たちがたどり着いた結論は、やはり BYOD でしかこれらの問題を解決できないというようなところになります。その他にも解決しなければいけない問題はたくさんあります。まず、デザイナーのプライバシーを保護しながら GoodPatch の仕事環境を確保する必要がありました。JAMF Pro を使うと、デザイナーの Mac の権利者権限も取得することができます。デザイナーの個人的な情報や他社との業務で得た機密情報も保存されていることがあります。プライベートな情報をどのように保護していくのかを考え、会社として必要のないリスクを抱えないようにする必要があります。次のポイントです。デザイナーから運用ポリシーへの理解を得ることが重要です。デザイナーの Mac は会社の持ち物ではないので、運用ポリシーの適用にも一人一人から許諾をもらう必要があります。会社が所有する Mac では普通に実行するようなことも十分に気をつけて行っていく必要があります。次はセキュリティです。私たちは上場企業としての社会的責任を果たすためにセキュリティの担保が必須となります。私たちが請け負うプロジェクトは新規事業や重要なプロジェクトが多く存在しています。クライアントの機密情報、インサイダー情報が含まれることが多いため、情報漏洩が起こらないように気をつける必要があります。情報漏洩事件が起こると、企業としての信頼を大きく損なってしまいます。最後に一番重要な要素です。この Anywhere のような新規事業は常に変化をし続けながら成長していくものです。変化こそが成功のために必要なことと言えます。万人にとっての確実な正解はありません。あなたにとっての正解は自分の試行錯誤の中にしかありません。完璧なシステムを求めるのではなく、その瞬間の最適解を見つけて何度も素早く実行していく必要があります。BYOD も様々な試行錯誤を行っていくことが必要だと考えています。ここからはユうスケに変わります。
はい。じゃあ、ケイタありがとう。ここからはエンジニアの私が話をします。Mac の BYOD は私にとっても勇気が必要な選択でした。なぜ BYOD を選択したのか、どうやって実装しているのかを私から皆さんに伝えたいと思います。まず、自分の気持ちというところもあるんですが、Gitpatch エニアのフルリモートワークにとても可能性を感じていました。今でこそリモートワークは一般的で、働く場所も自由にしている企業も増えてきていますが、当時はまだそうした企業は希少でした。主要都市に高待遇で刺激的な仕事が集中する傾向にあるので、今までは仕事を理由に自分が生まれた故郷に帰ることを諦めるか、家庭の事情で本当に続けたい仕事を辞めなければなりませんでした。リモートワークによって働ける環境が自由になるので、メンバーのライフスタイルに大きく貢献ができます。で、リモートワークの実現は、私の使命だと直感しました。もう一つは、リモートワークでのチャレンジをグッドパッチに還元したかったという気持ちがありました。グッドパッチでは対面でのチームワークをとても大事にしていて、コミュニケーションが希薄になりやすいリモートワークには慎重になっていました。会社も大きくなっていたので、リモートワークに会社全体でチャレンジするっていうのはとても難しくて、グッドパッチエニアは別の組織として編成されたため、当時はまだ人数も少なく、リモートワークを小さく試すには絶好の機会でした。こうした背景から、BYO で選択してリモートワークに対して、貢献していきたいと私は考えまして、これからですね、どのように Mac の BYO を実装していったか、具体的な方法をお伝えしていきます。まず、前例がないため、最初は小さく検証を始めることを心がけました。リモートワークで働くメンバーに検証段階から協力を求め、プライバシーのリスクや運用について実際に働きながら試していただいて、最終的なセキュリティポリシーや検討事項を議論して定めていきました。こちらがシステムの基本構成です。BAOD をする Mac に Jamf Pro をインストールすると、Jamf Pro のポリシー、Microsoft Defender、Chrome Enterprise などのポリシーがインストされるようになっています。その後、業務環境には Okta を通じてアクセスをします。Mac の、業務環境もですね、Gitpatch とは別に Gitpatch Engineer のオーガニゼーションを別で作りました。なんとから別にすることで、そもそもの重要情報へのアクセスを隔離することによって、情報の、重要性な情報にアクセスするっていうところを、切り分けることにしました。ローカルユーザーも別にしています。私たちの働き方はほとんどクラウド上で完結するのですが、ローカル上のデータが混ざらないようにする配慮もしたいと思い、働くプロファイルを別にしました。また、プライベートの iCloud とは別にしたいという意図もあって、iCloud もこちらからマネジドアップル ID を発行しています。Jamf Pro の管理も同じように Gitpatch と Gitpatch Engineer でサイトを分けることにしました。Gitpatch のポリシーや構成プロファイルが誤って BIOD をしている Mac に適用されないようにするためです。ヒューマンエラーを防ぐにはサイトを分けることが確実と判断しました。また、利用者のプライバシーへの配慮として、Anywhere のサイトへ閲覧できる人をそもそも制限しています。もちろん、個人の Mac に Jamf Pro を入れたくないメンバーもいます。そのため、端末支給の選択肢も残しています。支給端末は Apple Financial Service を利用して、リース契約を結んでいまして、キッティングと配送を代行してもらっています。すぐに配送できるよう在庫を常に保持することで、急なアサインにも対応できるように工夫をしています。ここからは BYOD によってどんな成果を得たのかを伝えていきたいと思います。アサインされてからメンバーが業務開始できるようになる時間を大きく削減することができました。端末を調達してキッティングと配送にかかる時間が Jamf Pro のインストールだけで完結します。返却の時間も考えると合計7日ほどの時間が90分に削減することができました。メンバーの数が増えればその分ここの負荷は高まるので、正直 BYOD にしなければこのスピードを維持することは難しかったと考えています。また BYOD にしたので端末購入のコストも大きく削減ができました。現在70名ほどのメンバーが稼働しているので、カスタムされた Mac を新たに購入する費用というのが単純にゼロになりました。
単純な計算で約$1400のコスト削減につながりました。コストを削減したということで、グッドパッチエニーは新規事業として発足していて、当時、投資できる予算も限られていたというのもあるので、事業成長に対して費用面で貢献できたと考えています。また、皆さんご存知の通り、COVID-19 の脅威は世界を襲いました。日本では政府から緊急事態宣言が発令され、リモートワークへの移行を余儀なくされました。私たちは未知の脅威から社員を守るために政府からの発令を待たずにリモートワークへ移行することができました。リモートワークへ移行すると、会社で決定してから次の日には全社で移行が完了していました。これはグッドパッチエニアですでにリモートワークを開始していて、働き方に対するあらゆる懸念というのが解消されていたから達成できたことです。ここからは、Mac の BOD の成功要因について伝えていきたいと思います。まず、メンバーとの信頼関係を構築していったというところが一つ成功の要因でした。VIOD はメンバーにとってプライバシーの課題があるため、不安や懸念には常に向き合う必要があります。協力的なメンバーがポリシーを守るために、一緒に働いてくれもしているので、とても助かっています。クラウド環境で業務が完結できていることも成功要因の一つです。Figma、Miro、Slack などリモートワークでもデザイン業務が完結するツールが世の中にあったので、とても助かりました。また、採用自体もローカル環境をほとんど使うことがなく、Google ドライブのストレージもほとんど使われていません。BYOD によって絶大な成果を得ましたが、それでも私は安易に採用すべきではないということは強く伝えたいです。やはり導入には慎重になった方がいいと考えています。扱う情報によっては当然メリットよりもリスクが高くなります。しなければならない明確な理由がなければ、コストカットだけを理由に選ぶべきではないです。ローカル環境での業務が多い場合や、重要性の高い情報にアクセスする場合、メンバーのリテラシが少し伴わない場合などには、あまり向かないかなと感じています。VIOD を採用するにしても、メンバーを限定的にするなど、慎重な判断が必要だと感じています。また、JAMF のポリシーや構成プロファイルの検証っていうのは十分に実施する必要があります。JAMF を削除すれば適用したポリシーがすべて元に戻るわけではありません。JAMF のような MDM は初期化せずにアンインストールする運用の検証は少ないはずです。適用するポリシーもちゃんと外した後にちゃんとポリシーが巻き戻るかというところまで検証して、影響がないか確認することが必要だと感じています。この体験を通して、私のようなシステム管理者の皆さんに伝えたいことがあります。一つは領域を超えたコラボレーションをすることが大きな成果を生むということです。今回、Mac の BRD を、成功するにあたり、私だけでは BRD を達成することができませんでした。異なる領域のメンバーが共同することで成果を最大することができたと思っています。信頼関係があるからこそ、お互いの領域を相互にアクセスすることができます。また、JAMF Japan や代理店手厚いサポートや Apple ファイナンシャルサービスを利用した商材、JMAG、Japan、すいません。申し訳ないです。JMAG コーポエンジニアといった外部コミュニティの知見なくしてたどり着くことはできませんでした。この場を借りて感謝を伝えたいです。もう一つは、私たちは企業と関わる人々に貢献するために存在しているということです。私たちには人々の生活やビジネスに新しい可能性をもたらす力があると信じています。情報を守ることは我々にとって目的ですが、企業成長のとっては一つの手段でしかありません。生活やビジネスの阻害するための要因というわけではありません。最後に、JAMF を利用する管理者全員に、気にかけるポイントだと思っていることを伝えたいと思います。このメッセージは、sudo 権限がないユーザーで sudo を実行しようとすると出るメッセージです。これは JAMF でも全く同じことが言えるのと思っています。一つは他人のプライバシーを尊重すること。二つはタイプする前に考えること。大いなる力には大いなる責任が伴うこと。JAMF を通して Mac 一つの管理者権限を持つということは、それだけでやろうと思えばいろんなことが、私たちはできます。ファイルの一覧を閲覧することもできたりしますし、Mac の初期化も強制的に実行することができます。
大いなる力を持つからこそ、人々や企業を通して社会に貢献できると信じていて、私たち自身の、考え方やスタンスが、企業に反映していくっていうところはとても重要だと感じています。ありがとうございました。